こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。さて今日は皆さんに陳列の中の床飾りの素晴らしさをアーカイブ映像をもとにご紹介したいと思います。この飾りのように明治心拍に昇る月、その向こうへの山、一つの世界が様々な道具やそこに込められた心とともに表されています。私のお得意様たち、愛好家が組織する趣味の団体、原稿会というものが、15年にわたり様々な場所で繰り広げた陳列の数々を中心に、各席に込められた思い、私が心に残る素晴らしいと思う飾りの内容を映像とともにご紹介させていただきます。お楽しみください。座敷飾りといえば、現代の愛好家の皆様には少し距離があるものかもしれません。ただ、盆栽の文化というものは、本来庭や棚で見るものではなく、室内に飾ってこそ、そこに思い描く景色が作れる、心が描ける。それが座敷飾りの真骨頂でもあります。はじめにご覧いただくこの席、五葉松の名手、そこに昇る海原の日輪、これだけでも絵になりますが、脇床に木彫の翁を配することで、めでたき晴れの席をそこに演出しています。単体の盆栽では表現できないものが、この座敷飾りの面白さでもあります。この席は内閣総理大臣賞を受賞した名樹、天帝の松を大広間に飾った時の映像です。お持ち主が叙勲を受けた祝いの席として作り上げたこの席。中央に松を配し、そこに名筆竹内製法の日輪。ごまかしのない堂々とした席の空気は、その木の持つ真骨頂を見事に表しています。格調の高い床の間飾りの中でも、このように心韻響くものもあります。同じ心拍盆栽の中でも特徴的なそそり立ち、雷に打たれて幹を白骨化にまでさせた木が生きる姿。そこに合わされた掛け物はまさに雷、雷神の図です。心拍の盆栽は私ども自然界の人間が歩き踏破できる場所にはこの姿はありません。脇床には神々を願っての観音の姿。心拍の持つ神秘性と精神性を床飾りに現出した手本と言える一席です。同じ心拍でも、まさにシャリ芸とその樹層が心拍盆栽の妙を遺憾なく表したこの木。三日月の銘を持っています。あえて晴れの席。横山大観の雲上に浮かぶ日輪。そして脇には、心拍の姿になぞらえた竜の香炉。名工原田法雲が作ったこの傑作、まさに木、が、添、三位一体となって響き合うものがあります。都内名園、八芳園で繰り広げられた席。イワシでの雑木盆栽とは何なのかを歌い上げたこの木は、鹿の置物にまさに遠見の掛け物。イワシでを主張させるための様々な工夫が見事に調和されたこの部屋に
合う一席です。初雪かずらの県外。初夏を彩る席として、古感あふれるたまり石、そして滝の図が見事な筆で描かれています。小さな床の間の中に繰り広げられる大自然、木と石と掛け軸が大きな自然を歌い上げています。冬飾りの代名詞、梅の中でも貴重な非売の県外を大床に飾った席です。寒い中、その空気を裂くように火色の花を見せる非売。その向こうには、ちらちらと雪が舞う中の月。まさに情緒満点と言われるこの席の脇には、わずかに小さき木彫のうぐいす一羽が空を仰いでいます。名工上野玉水によるうぐいす名作は、これだけの大きな席を見事に留め飾りとして受け止めているのです。座敷飾りの中には、連席と言われて、いくつかの盆栽を合わせて飾る席があります。こちらの席は、こんな木ができるのだろうかという、山鳥天然ならではの独創的な値上がりの県外御用松です。対面するそこには、楓の熱ならりの名樹。どれほどに持ち込めばこの姿になるものでしょうか。葉落ちの甘樹と天然の御用松の厳しさが相響き合う部屋飾り。大徳寺丹中の本堂に飾られた大部屋飾りです。一つの大きな部屋に趣向を凝らして各種の木を飾る。一点飾りや床飾りよりもさらに難しいと言われる長短、真行層、様々な樹種の違い。これを調和させる至難の技は、愛好家好き者の中でも熟練のなせるものと言われています。同じく大徳寺大襖の前に置かれた熱ならりの御用松と岩型の石。広々とした場所をわずか3点で構成する。熟考に熟考を重ねて仕上げたこの席は、まさに深山奥に分け入った中に見える景色が浮かび上がります。飾りの中には、自然界を歌い上げ、よく見ればその後ろ側に深い精神性が物語られているものがあります。茶室の床の間に飾られた柿。そこにしぐれに落ち葉の掛け軸。晩秋の姿を見事に表したこの一席は、柿の盆栽の席飾りの印象深い手本と言われています。秋から春へ、爛漫の春の中、床の間に咲くしだれ桜、そこには雪月花のおぼろな掛け軸、脇床に茶室のようないよりの木彫の置物を置き、席全体がまさに西行の歌った願わくば花の下にて春至難、その如月の望月の頃、この歌心がこの床飾りにそのまま映し出されています。この小さき床飾りは高木礼二さんがわずか数万円で縁日で買った木を半世紀仕上げた木でしつらえられています。
小堀遠州港の書と、この紙歩き。これ以上省きようのない究極の茶室飾りとしての心に残るものです。最後に石の飾りを一つご紹介します。古い家の形をした石、100年以上の人の愛玩の時を経ているでしょう。石の銘をよもぎうと言います。よもぎが生えると書きます。銘の由来は源氏物語。平安時代に書かれたこの物語の中によもぎうの章があります。姫が光源氏の寵愛を受け、そして縁なきて離れ離れとなり、それでも姫は一人去り二人去る中のその屋敷に、来ぬかもしれぬ源氏の君を待ちました。いつか屋敷は荒れ果て、草が生い茂り、そこへ源氏の君は屋敷の前を通りすがるとき、思い出しました。姫を見出した源氏の君は、御殿に連れ戻り、幸せに暮らさせたと言います。掛け物は、月の形の本紙の中に、梅一枝が咲く姿。まさに、わびがれた屋敷を思わせる石の上に、花が咲き始めたという、飾られた方の深い文学への敬願と、この席に込められた水石趣味家の審美眼が頭が下がるほどの一席です。いかがだったでしょうか。今日の心に残る飾りの席のご紹介。盆栽水石、様々な展示、様々な飾りがあります。私どももいつもこの展示場にその時々の掛け物を合わせ、水石や草や盆栽を合わせてお客様をお迎えしておりますが、いつもない品物、ない知恵を絞って飾れるよう勉強だと思って努めております。表面的な綺麗な飾り、先ほどの水石に込められたような文学や歴史、これをそこに込められた銘から、このような思いで飾ったのか。そこを自分で感じ取り解き明かす面白さ。深めれば深めるほど飾りは難しいものです。でもそれがまた楽しみでもあります。ぜひ皆様も一つの飾りから幅広い文化の道へちょっと覗き見をしてみてくださると楽しいかなと思います。わびチャンネルは名木、作家、もうできる限りこんなことを皆さんに伝えたい。これを毎回考えて一つずつまるで絹を織るように作っています。アーカイブスも含めてぜひご覧ください。チャンネル登録をしていただけたらありがたいです。今日もご視聴本当にありがとうございました。